こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は、安心が一番大事だと思うっていう話をしたいと思っています。いろんなことがね、起きたりとかするじゃないですか。とにかく日々いろんなことが起きたり、ね、今なんてコロナとかあったり、仕事がどうなっちゃうかとかね、もう本当にね、不安になるようなことっていうのは、今に限らずですけどね、いつも私たち結構やっぱ不安な方に意識が向いたり、先のこと考えたり、過去のこと考えたりして、結構嫌な気持ちになりやすいんですよね。そういうパターンがあるんですけど、いいんですけどね、もうそろそろやっぱりもう、こっちの方に意識を取られてる。なんかこう、なんていうの、外側の世界を見て、あれでいつも嫌な気持ちになったりとか、いいこと特にないからね。それだったらもう本当自分の内側の安心をずっと生きるっていうのがすごく大事だと思うんですよ。で、本当になんかこう、意識するところはそこだけなんじゃないか、安心だと思うんですよね。ワクワクとかさ、だからバシャールの言うワクワクとかで、今ここでじゃあいきなりワクワクにならなければみたいな、今すでにワクワクじゃないじゃん、私今これもダメになっちゃうから。でも安心ではずっと安心だから、いつも何も考えてない棒みたいな感じで、これはワクワクでっていう言葉ではないけど安心してんですよね。でこうほっとしてたりするし、無であるっていう感じ、でここのやっぱ波動であれば、物事ってやっぱりいろんなことがうまくなっちゃうっていう感じだと思うのね。そうでね、これで自分がこういう波動でいればやっぱ周りもねそうなってっちゃうっていうのもね最近また感じて、だから自分が安心してあげれば周りの人たちもどんどん安心していって、そのねすごくいい波動がどんどん広がっていくんだなと思ったんですよ。これね、どういうことがあったかっていうのは、今ね、向こう側のゲストハウスでみんなで暮らしてるんだけど、ゲストハウスにお客さん来なかったからずっとみんなで暮らしたりしてて、でいろんな日々さ、いろんな人が来たりしてたのね。でその中でコックさんのビノさんの奥さんとビノさんがすごいこうちょっと喧嘩してて、それで奥さんがもう家を出るみたいそのビノさんの実家の方でちょっとこう離れたとこでいたんだけど、実家の人たちとの揉め事がいつも多くて、それでなんていうの、もう本当に私はもう首を吊りますみたいな、なんか首吊っちゃいますみたいな、結構そういう激しいことインドの人言ったりするから、そういうとこまであったり大泣きしてたり、私が見た時もすごいその奥さんがすごい怒ってたのね。プリプリしてて、もう泣いちゃったりしてて、もうこんな目してたのね。でなんか見てて、ああ大変そうだなと思って、でもいつも喧嘩してたから、私がちょっと口を挟んでみたの今回はね。別々に暮らしたらいいんじゃないのみたいななんかちょっとね、一生別に離れるわけじゃなくて、こんなに思い詰めちゃってんだったら別々に暮らして、その実家の方にいるんじゃなくて、だからここら辺でさ暮らして、それでまた落ち着いたら戻りゃいいんじゃねえのみたいな。大丈夫大丈夫、なんかこのハッピーでいる時に怒んないでもらえますかみたいな感じでやってたら、なんかだんだん落ち着いてきて、で結局この近くでちょっと家借りて暮らすことになったんだけど、すっごいニコニコなんですよ、もうその奥さんがもうね。でもう本当に旦那さんともちょっと喧嘩してたんだけど、すごい仲良しで、もうすっごいで子供もすっごいニコニコだし、いい感じになっちゃったのね。なんかほらやっぱね、今ってすごいそういう感情が出やすかったりとか、こういうことってほらあったりするかもしれないけど、ちょっとほら観点を変えてね、難しいと思ってることもちょっと離れてみたりとかしたら、やっぱり気分が落ち着いたりして冷静になったりすると思うんですよね。で私だとするとさ、やっぱり安心してるから冷静に見えるんですよ。何やってんだみたいな、なんでこんななってんだみたいな感じで、離れりゃいいの、少し離れればいいのになみたいな。
嫌なんでしょみたいな感じでさ、こうそう冷静に物事が見れるっていうところがある。だからやっぱね、安心であるってことは結構ニュートラルだと思うんですよね。安心であればほら後ろに裸の人がいても全然気にならない。今気づいたからね。これは安心してるからだと思うんですよね。後ろで何があるかって今見てるから、私もこういう感じ。そう結局さ、やっぱりさ、感情的な人がいると自分も感情的な波動を拾ってさ、感情的になったりしてずっとそういう感じになりがちなんだけど、やっぱり、ね、まあなってもいいんだよ。だけどやっぱり常にこう戻すように自分が安心の波動だから、ワクワクとかだとやっぱりほらエキサイティングみたいな、もうエキサイティングっていう言葉がエキサイティングしてないっていう、何ですかそれはみたいな感じで、安心なんですよ。安心であれば無であればできるね。バナタンが来ましたけど、来ても安心ですから、彼も安心に入っちゃったっていうね、こういう感じですし、だからみんながやっぱりさ、自分が安心してる波動であれば本当に平和になっちゃうんだよね。あと最近だと何かあったっけな。あとやっぱりね、物事をはっきり言うというか、今インドロックダウンが長かったんだけど、やっぱだんだん動き出してきたんですよ。最近まで近くのスーリア人っていう世界遺産が全部閉まってたんですね、観光客来ないように。でもなんかそこが動き出したり、結構車が増えてきたりしてきたんですよ。でゲストハウスにさ、やっぱり人がいっぱいいるから、もう本当にだからそのビノさんのさ奥さんとか子供とか知らない人とか、ものすごいいっぱいの人の、よくよく考えてみた時あれと思って、みんなご飯食べてるしいっぱい寝てるし、あれなんかもう本当にアシュラムっていうかさ、なんていうのこれ、なんていうの、そういう場所あんじゃん、無料のなんか場所みたいな、なんかそんな感じになってて、でももうなんか動き出してるから、そろそろみんなで、私の部屋にすごいみんな入ってきたんですよ。私のそのプライベート空間ってあるじゃん。ベッドしかない。ベッドといろいろそういう棚とかあるとこがあるんだけど、そこにいっぱいね、子供たちが入ってきたり、そこの中のものを荒らし始めたんですよ、昨日ね。で、あれ見た時にさすがに私は、だから、いい奥さんみたいな、いい、お姉さんじゃないけどさ、いつもそういう安心してるから、いつもいい感じで、平和でいいよいいよみたいな感じなんだけど、さすがに昨日はブチギレたんですよね。これは自分の心に従ってるから、いい加減にしてくれたまえみたいな感じで、それでもうね、いろんなこと動き出してるし、私も今ここね、家の方に戻るっていうか、大丈夫っていう感じで行って、そういうなんていうのかな、もう仕事モードにそろそろ入ってくれたまえみたいな感じでブチ切れたんですよ。旦那さんとかにも言って、そしたら一瞬旦那さんとかもみたいな感じだったんだけど、すごいね、なんかね嬉しかったみたいで、要はほらやっぱり長らく仕事がなくて、やっぱりねどうしていいか分かんないってとこでみんなでこう楽しくね、不安の方にやっぱり意識向けてるとねあれだけど、みんなで助け合おうっていう感じで半年ぐらいやってきたのね。であんまりこう細かいことも言わずに、だからほらアシュラムね、たくさんの人が来るよねってなっちゃってて、それも楽しいんだけど、やっぱゲストハウスとしてある場所だから、じゃあそろそろもうゲストハウスとしてお客さん呼んだりちょっといろいろ整えたり、私も場所移動するからって話をしたら、本当にそのモードに旦那さんが切り替わって、それでなんていうのかな、お客さん来たんですよいきなりお客さん来たり、そのレストランのオーダーが入ったりとか、久しぶりだったんじゃないかな。そういうやっぱりさ意識になってくると、でほら収入があった方がいいわけだからね、こっちだってもちろんだけど、長らくそういうツーリストがいないからあれだったけど、やっぱりだから自分の波動がさ、やっぱ安心してることと自分の言いたいことをやっぱ言う、無理をして自分がほらいい奥さんになろうとしたりとか、いい旦那さんになろうとしたり、なんていうの、いいお姉さんになろうとしないというか、私子供とかにも本気で言ったりするから、なんかお姉さんが怒り出したみたいな感じだったけど、お前らいい加減にしろやみたいな、自分たちの歌を歌ってんの聞いてほしいって言われたけど、聞きたくないみたいな感じで
やったりして子供みたいだったんだけど、とにかく自分の気持ちに正直に、そして安心してるからね、いい感じで、ほんとそこからなんか本当にみんないい仕事モードにね、インドの人たちもなって、いい流れになってきたっていう感じだと思うのね。これがさ、またいつね、そういうコロナみたいなことあるかもしれないし、わかんないけど、いつもやっぱり自分の気持ちに正直だし、安心してるんですよ。何がまたね、コロナみたいなこと起こるかもしれないよ。大きい台風来るかもしれないし、何かもっと激しいのが来るかもしれないけど、いつもやっぱ安心だね。だってさ、あんまりそっち側の世界に、ほとんどの人がそっちの世界に、外側の世界に入り込みますから、それで一緒になってさ、美濃の奥さんみたいにさ、感情的になったりとかして、感情的な人がいると自分も感情的になるからね、それもいいんだけど、やっぱりそこからこうやっぱり戻ってっていうかね、安心するようにするといいと思うし、そこの波動でいるとやっぱりこううまく回る。この半年間本当にやっぱり安心の波動を心がけたんですよね。あとやっぱこの YouTube のチャンネルでライブをやっぱり数ヶ月間やってたから、やっぱみんなの力で本当にありがたかったなと思うんですけど、私もすごく楽しく、やっぱり一番結構きついところだったと思うんですね。あそこがほら波動を保てたんですよね。安心の波動で保てたっていう感じもあるし、やっぱね、何が起きても安心でいるっていうことだけ発信しておこう。だけというかね、違うのも出てくるかもしれないけど、ここが一番ポイントだってことですね。だから皆さんもその自分がこういうことが分かってきてる人は、やっぱりこの波動を整えることの中でも安心ですね。安心でいる。でやっぱり仕事場とか職場とか、あとなんか家族のところでちょっとやっぱずれる時あると思うから、ずれたらそういう自分の時間を取るようにして安心に戻していくっていうことをやっぱりこう訓練としてやっていくといいと思うのね。でなるべくやっぱり何にも考えない時間、頭が動くから何にも考えない時間を取っていくと安心の波動に戻りやすいから、そういう感じで自分がそういう風にやっていると、やってあげるとっていうか、やっていると周りがやっぱりね安心してくるんですよ。周りの人たちの波動が安定してきて、で本当にみんな起こる出来事がいいことが起きたり、本当に今は特になんていうの、安定してるのが結構大事だと思うのね。安定っていうのはなんていうの、みんながこう安定した状態であるっていうのかな。なんかそれが結構大事だと思うから、自分がまずその中心になってあげるっていう言い方でいいのかな、わかんないからみんなやっぱりさ、起こる出来事で左右されちゃうから、こうあれが起きた、これが起きた、こうなった、ああなった、はいおいで、バナちゃん、スイリアちょっと来て。そうそうそう、私ね、だからね子供がさ、やっぱ子供って怪我したりするじゃん。いろんなこと起きたりするんだけど、まず本当に私は大丈夫から、大丈夫大丈夫大丈夫、とりあえず大丈夫ですみたいなところからやるんですよ。今スイヤが来るから、ちょっとスイヤ来て。ママいつもあれだよね、なんか起きたら大丈夫大丈夫って言うよね。言われてどう？ちょっと好きしない、なんかちょっと賃貸してもらいたい。賃貸っていうのはいろいろ考えてほしいっていう。もうちょっと来てよ。これ参考になると思うんですよね。あんまりね考えてほしいって言うじゃない。考えないんですよ。もうちょっと考えてほしいんでしょ、私に。考えないんですよ。でもワインももう一回見る。何の賃貸だっけ。そうとにかくなんかほら、子供が例えば怪我したとするじゃん。なんかちょっと切っちゃったとかさ、その時にさ、やっぱ子供とかってすごいパニックみたいになったりするでしょ。一番下の子とかなんてとにかくちょっと切るとみたいな感じで、切れたみたいな感じで言うんだけど、そういう時とかも全部もう大丈夫みたいな、本当舐めとけば大丈夫みたいな、よくあるじゃないですか。とりあえず大丈夫ですみたいな感じで言って、無視じゃないよ。だけど大変なことが起きたっていうことは一度も言ったことないかもしれない。もうね、それは絶対に言わないようにしてるし、思ってもないし、なんていうのかな、そういう風にやってると子供も落ち着くし、まず自分が落ち着いてんだけど、子供も落ち着くし、でそれも大したことないことにやっぱなっちゃうんですよね。子供がね、爪剥がれた時あったんですよ。ラクシュミが爪が剥がれて、もうちょっとパニックですよね。
いってらっしゃい。そうパニックになっててラクシュミが。でその時も私は爪が剥がれたって言ってた時に、大丈夫だよ、そんなん大丈夫大丈夫みたいな感じで言って、爪がなかったんだけど、よく見たら、よく見てなくて大丈夫大丈夫大丈夫みたいな感じで言ってて、爪がなかったんですよね。でも血も出てなくて、なんか大丈夫だったんですよ、それも。で大丈夫大丈夫って言ったから、痛みもほとんどなかったらしくて、本当に大丈夫になるんだなみたいな。まあちょっと極端な例かもしれないけど、こういう感じのことは結構ある。だからこれがさ、結構私ね、お母さんがね、ちょっとあれらららららら、あらららら、あっこみたいな言われてドキドキしたんですよ。お母さんがあららららって言うと、お母さんはね肝が座ってるから、私のお母さんも肝座ってるんだけど、そういう口癖があったのね。あらららららら、あっこあらららみたいなで言われるためにドキドキして、私なんか切れた時とか怪我とか結構してたから、なんか私大きなことが起きてるのかなっていつも思っちゃってたのね。それでドキドキしたっていうのがあるから、でもお母さん安心しててくれてたから、いつもなんか大体大丈夫だったんだけど、ここでやっぱりいろいろ心配したりとか、心配しすぎたりとかすると、やっぱり子供もあれだったり、これは子供だけじゃなくて自分の周りの人たちも今は特にそうだと思うし、これからもそうだと思うのね。だから自分が安心の中心になってあげるっていうことが結構大事だと思いますね。はい、分かったかな。ここですごい大事にしてるな、ずっとそうかな。あと特にこれからは安心っていうことを本当にもっともっと出していこうと思う。安心が大事なんですよ。安心の波動って本当にだから宇宙の流れに乗りますし、簡単にパッと入れるんですよ、安心って。だけど不安な方に意識が向くから、どうしてもそっちに引っ張られがちなのね。でも戻しやすいんですよ。ワクワクとかだとほらなんか頑張んなくちゃみたいになるけど、ふわっとほら不安な方に行ってても安心しようと思うと、こっちにまたちゃんと戻れるんですね。そうっていう感じかな。なんか心当たりはやっぱりこう癖づけるといいと思うんですよね。これがなぜならやっぱり自分の人生も素晴らしいものになっていくんですよ。こういう風にしていると周りの人たちがだから変わってくるから、自分が一番変わってくんだけど、周りが要は私が映し出してる波動だから、周りもすごい良くなってくるし、周りの人たち、自分が安心しててあげると周りの人たちがその安心の波動をまたその人たちも出して、すごい平和な世界を自分が体験できるし、要はこれがすごい大事。これで良かったっていう話なんだけど、やっぱりね不安にさせるようなぽいこととかが多いんですよね。ニュースであったりとか、人が言うことであったりとか、そっちの方に意識が向くっていうパターンがありますので、そのあたりを意識してやっていただけるといいんじゃないかと思いますね。でも言いたいこと言うよ。だから私も感情的になって、おい私の部屋に入んないでくれたまえみたいな感じで、もう人のもん持ってくんじゃねえやみたいな感じで言ったりして、お怖ーみたいになってたけど、また持ってっちゃって、他の子とかがいろ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 ね、そういうのもあったりするんだけど、みんなでワイワイやってるし、助け合っています。これからもねそういう感じで今って過渡期というか、いろいろ変化する時だから、こういうところでちょっとしたポイントなんだけどね、安心を意識していただくといいんじゃないかと思って撮りました。じゃあまた撮ります。ではでは。